時代は戦火の昭和初期。子供たちは敵国と戦う兵士に崇敬の念を抱いていた。大阪で生まれたある少年が憧れたのは小さな伝令士、いわゆる軍給だ。少年は鳩を愛し、鳩を友とした。そして時代は変わり、軍国主義から民主主義へ。価値観の変化にも少年の矜持は変わらない。友である鳩を愛すである。やがて大人になった少年はレース鳩のある不朽の名形の継承者となる。その少年の名は山本正嗣。この物語はあるレース鳩の系譜を守り抜き3四半世紀を駆け抜けた男の最後のメッセージである。鳩レース。それは鍛え抜かれたアスリートの鳩たちが競争というドラマを繰り広げる熱き戦いである。現在山本氏は東京都調布市で京子夫人とレース鳩に囲まれ穏やかに暮らしている。庭のすぐ裏手なんですね、旧車は。ご高齢にもかかわらず粋な着こなしを見せる姿は現役時代にアパレル業界で働いていた賜物だ。これはあれですか、今年の作出ですか、このひな。そう。今だいたい何羽ぐらい作出してますか、年間。35ぐらい。3羽ぐらい。山本氏は御年93歳。人生100年時代と言われるが、なるほどお元気である。今この中今西系って何割ぐらい。今飯5割ですか。6割ぐらい。6割。レース馬とは競走馬と同じく血統が重視されるブラッドスポーツ。山本氏は今西圭というレース馬との名血統の3代目継承者だ。山本氏は昭和4年大阪府船場で麺布問屋を営む両親の次男坊として生まれた。鳩を飼い始めたのは10歳の頃だ。伝承鳩に興味を持ったきっかけっていうのは
どういったことですか？満州事変、昭和6年ぐらいに、大設計の守備隊っていうのが、厩舎がありまして、石膏に出た一帯に鳩を持たしたんです。小さな伝令士って言ったかな。その物語は次のような内容である。昭和6年12月31日の夕暮れ、大石橋守備隊の厩舎へ血に染まった1羽の鳩が飛んできた。取扱兵がすぐ抱え上げて足の番号を見ると、4日前に錦州へ向け出発した我が軍に連れられていった軍用鳩であった。新書官は血にまみれ、身には重傷を負って息も絶え絶えであった。錦州へ向かった我が軍は30日、突然優勢な敵軍に出会い激しく戦った。早くこのことを大石橋守備隊へ知らせようとしたが、電信も電話も敵のために壊され、通信はただ鳩に頼るほかはなかった。通信紙を詰めたアルミニウムの管を鳩の右足に取り付けた兵は、しばらく鳩の体に頬をすりつけ、途中の無事を祈った。小さい伝令士は胸を震わせ、可愛い目で空を見上げていた。戦の真っ最中、鳩は空高く舞い上がった。2、3回上空に輪を描いて飛んでいたが、やがて方向を見定め、矢のように飛び去った。落ちゆく夕日を背に受け、寒空をものともせず東南を指して飛んでいた鳩は、ふと鷹の一群を見たので、素早く低空に移った。すると、今度は敵軍に発見され、たちまち一斉射撃を受けた。一弾は鳩の左足を奪い、一弾はその腹部を貫いた。この重い傷にも屈せず、鳩はなおしばらく飛び続けたが、ついに耐えかねて、とある木の枝に止まった。たまたまその付近にいた我が軍の兵が、これを発見した。捕まえようとして手を差し伸べると、鳩は再び翼を広げて飛び上がった。飛び去った後の木の枝には、痛ましくも赤い血がついていた。弱り果てたこの小伝令士は、その夜どこで休んだことか、翌日になって、ようやく大石橋の自分の厩舎にたどり着いたのである。大石橋守備隊では、早速新書官を取り外し、手厚く看護したが、任務を果たして気が緩んだのか、鳩は取扱兵の手に抱かれたまま冷たくなってしまった。しかし、この報告で敵情は明らかになった。そうして、間もなく我が軍は錦州を占領した。この伝書鳩の美談に、当時の少年たちは皆、感銘を受けたという。新庄小学校の教科書に出まして、少年たちの心に火がついた。当時は、うちは、父親が船場で商売をやってましたんで、防空壕も普通のうちよりも大きくて、そこの一角に毎日のように空襲警報が鳴るために鳩を捕まえて防空を入れた。じゃあめんどくさいですから、半坪
から一坪ぐらいの厩舎を作れて、明かり通りを入れて、そこに鳩飼ってました。山本氏は中学1年生の時、旧制大阪府立豊中中学校の軍球部に入部した。豊中府立の中学校で豊中中学って言うんですが、非常に剣道、ハンドボールもう全国一になったんですが、鳩レースも実は強かった。当時の電子バトル新聞とか成績表に載ったぐらい強かった。で、その人に憧れて軍球部の即入ったよ。だって白エンドウで朝飲みだって国産のお飲みって言うんですけど、そういうものを脂肪でした。輸入品が全然入りませんので、いい鳩、いい飯を食ってる。1年生は3年生の自転車のケツを押すのは日課でした。毎日5キロ、10キロから鳩を飛ばして、軍球部で鳩の姿勢の覚えました。豊中中学の校歌の3番に、北原白秋、山田耕作の校歌のそこの3番に、飛べよ、鳩よ、翼うた共同心主導、それはが青春っていう一節があったんです。で、大阪の梅花女学校は通学路が決まってた。男女を接触しないと。その道路を挟んで、豊中の軍球部が鳩を持って歩いていると、梅花の生徒が可愛いって来てるんです。女学生が梅花女学院ってよく聞きます。私は分かんないんですけど。モテたっていうことですね。結果は。西の今西、東の松風。戦前にこう謳われたレース馬との系統がある。一つは東京亀有で小学校の校長をしていた佐藤昭次郎を創始者とし、岡庭正義らが発展させ、関東で広く愛された松風系。もう一つが京都府の愛厩家今西万次郎が作り上げた関西屈指の名系今西系。現厩である今西郷の一族はまだ長距離を返すこと自体が困難な昭和初期、そのずば抜けた奇想性を発揮。昭和16年に行われた
北海道寿都町からの1000キロレースで18羽中10羽を帰還させたのだ。京都、大阪、兵庫の合同団体で北海道の寿都がそこの1000キロレースがありまして、その時に今西さんの後はグースも含めて11羽帰ってきた。それで今西厩舎は一躍全国に名を挟ませ、東京、京都から名古屋、マニアが買いに来た。この快挙は当時12歳だった山本氏に強烈な印象を残した。次第に今西は日本一、鳩を飼うなら今西と考えるようになる。僕の師匠である菊池栄三さんに聞いたら、今西家は日本一だと。他の鳩は追従を許さない。今西家じゃなきゃダメだ。聞いて、そのことは深く心に刺さった。幼なじみの平井康弘氏が今西氏の弟子として2代目継承者となっていたことも今西家への思いを一層強くした。平井君っていうのは中学は違うんですけども、今西さんに愛されていました。息子のように可愛がってもらってで、今のお金に変えると1話30万もする鳩を惜しげもなく平井君に与えて、で、最後は今西郷の弟も平井君とどこでいたんだ。そのぐらい、今西さんは平井君のこと好きでした。で、当時カメラなんかありませんから、後のことも人物の写真もないんですけども、昭和31年の創刊号に血統紹介で平井君が半年間書いたんです。その時の今西号と今西さんの写真は唯一仏画へあってあげた写真。それを平井君が行って高校だから仏壇から持ってきた。写真がなくなっちゃったのよね。うん。写真がないって騒いでたじゃん。アルバムいろんなとこから出してきてみたけど。終戦後、山本氏が京都府の今西万次郎氏の自宅を訪れたのは昭和21年の秋、大学生となった18歳の頃だ。これが運命の開口となる。当時ね、
僕が18の時に、多分50ぐらいになっておられた。んで、ごまちの頭の京都のおっさんって感じ。で、今西号は、タイプとしては、中型の中。それで、丸っこい、体も丸い、頭も丸い、標準的な鳩でした。今で言えば、オールラウンダーとういう、ん。そういったタイプではうん。今西谷厩舎って2坪ぐらいしかないんです。そこの上段の中心に巣箱があった。で、他のハトがそこへ止まると畑で叩き落とす。畑でね。かわいだから厳しいおっさんだなという感じ。今西氏との対面を果たした頃、関西学院大学へと進学した山本氏。しかし、勉学に勤しむことはせず、鳩飼育と麻雀に没頭する日々を送り、ついには大学を中退することとなる。勉強はしないが、近所じゃ不良少年で。ね、どっちみち商人になるだったら、大学行く必要はないということで、柏山行けって言って追い出された。20歳の時、関東同然で樫山商店、後に日本有数のアパレルメーカーとなるオンワード樫山に入社。最終的に同社の役員代行まで務めた山本氏だが、当時は真面目に働いてほしいという父親の意に反して、鳩レースと今西系に熱中する日々が続く。しかし、23歳の時、東京への転勤命令が下り、これが大きな転機となる。鳩飼育を中断し、単身、花の都へ乗り込んだのだ。当時の大阪から東京へ来るっていうことは、今、アメリカ行くみたいに大変なことです。大阪駅で送ってくれて、みんな。それで夜行で12時間経って東京駅に行った時に、杉本一行さん。一行さんが番傘を一本持って、雨の中、安口を迎えに来る。オンワード樫山の支店長。来た時に、人生が50年の時代ですから、もう22になって、人生は半分来たんだと思って、頑張りました。一番偉い人が、その人も含めて4人の会社が今、1万人の会社になりました。神武景気に沸き立つ昭和32年、山本氏は京子夫人と結婚した。
僕の、重要な取引先が伊勢丹だった。で、伊勢丹へこの人が昭和28年に入ってきた。僕は、一生懸命真面目に働いてましたから、この人の心を打った。オンワード柏山っていうところにいたんですよ。で、私も伊勢丹で紳士服売り場っていうところにいたんですよ。それで一緒の仕事になったわけ。当時の中村茂ちゃん、梅田裕太に、富澤、みんな幹部の写真ある。あそこは割合と慶応の人が多かったね。慶応の、社長が慶応だったんですよ。だから。ちなみにそれはどちらの方からアクションをかけられたんですか？お付き合いする前に。アクションは決まってるでしょ。決まってるでしょ。わかります。仕事に家庭にと忙しい中でも山本氏は今西系を忘れることはなかった。やがて思わぬ朗報が舞い込む。今西系の2代目継承者平井康弘氏が仕事の関係で転勤、すべての今西系の基礎場とを引き取るよう頼まれたのだ。仕事は一生懸命ですが、その時にたまたま今西系の2代目と言われる平井君が大阪の JTB 交通公社におったんだけども、その人がね、島根へ転勤になった。それで、新幹線のビュッフェの、店長だったから、それに運んでもらった。8話ぐらいです。8話ぐらいと、あと、2時に4話ぐらい来たから、12、3話かな。で、当時は、今西系っていうのは、関西の鳩飼いの宝ですから、俺のことを、ケチョンケチョンに言われたもん。それは要は関西の名系を東京になんか。そう。今となって思えば大変なことだけども、当時はあんまりプレッシャーがなかった。ついに山本氏は憧れの今西系の継承者の座を引き継いだ。こうして関西が生んだ名系は東京の地でその血脈を残していくこととなる。2代目継承者であった平井氏の転勤という思わぬ形で今西系の3代目継承者となった山本氏は再び鳩飼育に携わることとなった。現在の居住地東京都調布市に一軒家を建て厩舎も建設。心機一転今西系と共に生きる決意を固める。出たっていうことはご存知なんですか？知ってました。鳩飼ってるっていうのは、でも、全体的に鳩を飼ってるっていうだけで、
細かいことまでは知らなかったんですけどね。ご結婚されて、まあ、先ほど言ったように、いきなりなんでしょうか。そうですよ。いきなりそこへ建てたらっていう感じで。で、家もこの半分ぐらいだったんですよ。で、土地はなんか、うちの、母が持ってたんで、そこに入ったんですけど、その一番奥が空いてたもんだから、じゃあここに建てましょうか、みたいな感じで、私がこう柱持って、この人を持ってそこで板張って、それこそ畳1、2枚ぐらいの小屋を建てたんですよ。そういう感じでした。あと、そうですよね。全然わからないからね。でも私が割と動物好きなんですよ。だから、鳩とか犬とか好きなので、鳩はその好きっていうのが全然わかんなかったんですけど、犬が好きだったんですよね。で、犬も飼い出したんですよ、こんなの。なんか、この土地はなんかあったんだけど、家は小さい家で、それで鳩小屋ここに建てたら、みたいな感じで、なんていうことなしに建てちゃったんですよね。最初、本当に畳2枚ぐらいの建てて、ここで喋ってる間も少年が、あの頃すごかったんですよ。カゴ持った少年がもう、あれがなんかステータスみたいで、鳩の入ったカゴをぶら下げて歩くのが。で、この辺年中人が歩いてたんですよ。で、ここ全部畑だったんです、向こうが。今家が建ってますけど。で、その畑の向こうの方にも鳩をこうやって見てるわけですよ、鳩を。それぐらい、まあ、鳩を愛してる人が多かったんですよね。今、鳩って何それっていう感じでね、知らないですよね。鳩レースなんつって何なんていう感じで。なんか、その時のことを今、思い出そうとしてもなかなか蘇ってこない。この時代は日本映画界の全盛期。調布市の自宅近くに映画会社である日活の撮影所があったことから、石原裕次郎、宍戸錠といった昭和の大スターたちとも交流があったという。国領の駅前に寺本正一という鳩飼いがいて、その人は東京の鳩飼いで有名なんです。日活っていう映画会社が調布では有名なんですよね。そこの人だったんですよ。スチールマン。そう、スチールマンだったんです。そうそう。その人の影響で、当時は暖房も冷房もありませんから、日活のスタジオの行くと冷房がある。休みのたびに昼寝行ってました。その時に、ゆうちゃんとか、宍戸錠とか、二谷秀幸、仲良くなりました。そういう人たちと一緒に撮った写真も入ってるんですよ。裕次郎さんね。また当時、日本の高度経済成長の象徴となった1964年の東京オリンピックが開催。我が国の鳩レースブームの発端となった開会式における8000羽の放球にも今西系で参加したそうだ。あんまり感激なかったね。ただ、オリンピック会場で、鳩を、東京、埼玉、主に東京近郊から鳩を集めて、8000羽の鳩を参拝して、それで階段を上がって、ファンファーレになって、パパパーン、パパパパーンは、先生をしたときに、そのタイミングで鳩を飛ばした。
で、8000羽の鳩のゴーンと勇壮な姿で、観客がどっと沸きました。それを見て、山本さんも、あれですよ、感動したという。うん。仕事、家庭、そして鳩レースと充実した日々を送る山本氏だが、思わぬ悩みを抱えることとなる。勝てない。鳩レースは勝負の世界。コンスタントに帰還させるものの、なかなかレースで上位に食い込めない。くしくも、鳩レースの本場である欧州各国からの輸入鳩が、次々と日本球界に導入されていた時代だ。その圧倒的なスピード性能を前に、奇想性が持ち味の今西系は、後塵を拝していた。今西系にこだわってきた山本氏も、この潮流には、大きく心が揺れた。昭和32年に厩舎を建てまして、鳩を始めたんだけども、33年から6回ぐらい1000キロを記録範囲に帰ってこなかった。それで、当時は、犬鳩のブームで、もう、ほとんどの人は犬鳩に変わっていったんだけど、それで、僕も、このままじゃダメだというんで、犬鳩に転向しようと思ったんだけども、こいつが、あんた今西取ったら何が残る？初めていいことを言った。いいことかどうかわかんない。バカにしたわけ。あんなに騒いでたのにって。全然ね、覚えてないんですけどね、そんなに鳩に思い入れってないんですよね、私は。もうち鳩いるのマンネリになっちゃってんですよ。普通の人と違って。っていうのかな。動物愛護の気持ちみたいのになったと思うんですよね。今更そんな、今まで思い込んできたものを捨てるのっていうような感じで、私なんか言ったような気がするんですよ。そういう。あなたから今西系を取ったら何が残るの？京子夫人のその一言で奮い立った山本氏は、近代レースで勝てる今西系を目指し、精力的な活動を始める。昭和42年、初めて今西系で1000キロレースを記録すると、積極的に欧州輸入鳩も導入し、今西系と掛け合わせるなど、新たな改良に着手。さまざまなデータから理論構築し、90年代には業界誌で連載記事を掲載した。2000年代に入ると、レースに強い今西系を実践するため、同系統の愛好者と共に、山本今西会を設立。やがて、その努力が目に見える成果として現れる。まず、1000キロ、1100キロという超長距離レースにおいて、25年連続入賞の記録を打ち立てる。そして2003年、全国の委託鳩が覇を競う、八里国際委託厩舎レース、国際チャンピオン900キロで全国優勝。翌年には、同八里オリエンタルカップ700キロで全国優勝と、立て続けに今西系の鳩が大きな栄冠を手にした。昭和
41年に、僕は38ぐらいになったんだけど、その時から積極的になって、で、今西が帰り出した。で、2644ってやつが、昭和41年に記録範囲に帰ってきて、それから、25年続けて。毎年ね。それが自慢だったのね。一回だけじゃないんだよ。道がついたっていうか、鳩数が多くなって、時間も優秀になって、管理も良くなって、で、こっちの気持ちも良くなって、積極的にやるようになった。その時はね、国際厩舎の富さんから直接今西やったよって、翌年もやったよっていう電話をいただきました。自分の後に間違いなかったと確信しますよ。山本氏が28歳で今西系の3代目継承者となってから約半世紀、山本今西系が確立した瞬間である。3四半世紀にわたる長き鳩レース人生において、山本氏は芸能人、文化人との深い交友関係を築いてきた。特にフォーク歌手の岡林信康氏とはドイツ馬とを介して親交が深く、お互いの家を行き来するほどの仲だという。また東京慈恵会医科大学森田療法センターにおける神経症セラピーのためのレースバト飼育の指導といった社会的に意義のある活動も繰り広げるなど、レースバトを通じてさまざまな経験を積み重ねてきた。その経験と人徳により、レースバトの世界においても地元団体東京西地区連盟の連盟長、レースバトの美を競う全国レースバト品評会の審査委員長、関東地域最大となる広域長距離レース東日本稚内グランドナショナル1000キロレースの実行委員長、そして一般社団法人日本鳩レース協会の常任理事や特別顧問といった数々の役職を歴任してきた。だが現在は93歳と高齢のため、そのほとんどを退任している。唯一続けているのが、少年の頃に憧れた群厩、そしてレースバトの魂を慰霊する旧根東奉賛会の会長だ。私が、鳩にのめり込んだ軍球部の時代で、現在も軍用馬と軍用犬、軍用馬の団体で、この4月2日も靖国
神社の主催で、慰霊祭があって、その時に軍用バトの大切さ、責任感の強さというものを余計感銘するわけ。旧本島は戦後上野公園にあったんだけども、上野公園の初代会長が上野公園の古賀忠光さん。それから二代目会長は正代陽一さん。東京都九段北の靖国神社に奉納されている旧金塔。その歴史は戦前まで遡る。昭和4年、東京都中野区にあった陸軍中野電信隊の庭に、軍、官、民、報道関係に活躍した伝書鳩の霊を慰めるため、この塔が建立された。昭和14年、同隊が神奈川県へ移転するに伴い、旧金塔は東京都の上野動物園へと移された。だが、戦後は放置され、破損が激しくなる。そこで、昭和56年、有志たちの手により再建活動が始まり、旧金塔奉賛会が設立。初代会長に、上野動物園の園長、古賀忠道氏が就任し、基金を募って塔は復元された。それから毎年、敬老の日に慰霊祭が執り行われるようになり、現在では軍級に限らず、鳩レースなどで命を落とした多くのレース鳩の魂も共に慰霊されている。山本氏は2014年から旧金塔奉賛会の会長に就任し、第6代目の会長となった。僕は自分から役を欲しいと思ったことは一回もありません。全部回ってきたことを引き受けて出るだけです。連合会長になった時にクラブ長を辞めて、連盟長になった時には連合会長を辞めて、みんなが平等で都会の中の一緒だと思った。そういう信念を持ってます。歴史ある旧金塔を大切にしたいと思いましたね。戦時中、戦火に散った軍級は推定6万羽と言われる。ここに沖縄戦最後の激戦地であった摩文仁の丘での最後の軍級についてのエピソードがある。ある日、元軍人である石腕の紳士が山本氏の自宅を訪ねて来られ、その話を聞かせてくれたそうだ。ある日、山本義永さんっていうおじさんが訪ねて来られました。で、よく見ると、石腕の注意で、その人の語ることには、沖縄戦で日本軍が追い詰められた時に、一人の兵隊が
鳩を一応持って軍に食われました。その時に沖縄戦の最後の万分に給料で敵に降参するときに一話の軍級を話してやりました。その軍級は燃え盛る壕の上を旋回して日の暮れるまで飛んでたんです。戦死した鳩は6万羽と言われてますけども、最後の軍級であると確信してます。エピソードの概要は次のようなものである。戦争末期となる沖縄戦。大陸の前線から摩文仁丘陵へ合流した兵士の一人が1羽の軍級を連れていた。おそらくこの鳩が日本軍と共に行動した最後の軍級であった。激戦の最中、日本軍側は弾薬も食料も尽きた。もちろん補給もない。その絶望から自決する兵士も増えていった。もはや降伏やむなしとなった時、兵士は長年戦火の労苦を共にしたその軍級を逃がしてやろうと空へ放した。しかしその鳩は逃げることをせず、硝煙が立ち込める戦地の上空で旋回し始めた。まるでそれが自分の最後の務めであるかのように。日が暮れるまで飛び続けた鳩はやがて力尽き壕下の中へ落ち、その儚い命を散らした。それを見届けた兵士たちは血染めの白旗を振りつつ敵に投降したという。沖縄戦での犠牲者は両軍兵士と民間人を合わせて約20万人。そして1羽の伝書鳩である。その時に話を聞いた時は涙を禁じませんでした。じゃあこれは語り継がないと消えていってしまう。消えてしまう話だけど、黒田さんに話をする。わかりました。つなぐようにいたします。国家のために最後まで働き、散っていった軍級。飼い主のもとに戻るため、危険を賭して飛翔するレース鳩。時代は変われども、その無垢な思いは変わらない。毎年9月、靖国神社で行われる旧金塔慰霊祭は、昨年で41回目を迎えた。旧金塔が建立された戦前から現在まで、その志は愛旧家有志の手で引き継がれ、鎮魂の祈りが捧げ続けられている。これまで日本鳩レース界で数々の功績を残してきた山本氏の最後の任は、儚く散った鳩たちの小さな魂を慰めること。人生の集大成を迎え、軍級を愛した少年の心に回帰したのだろう。そして彼の鳩レースの原点である今西系への思いにも。継承者としては5人ほど上がりましたけども、
結局、全部が売る方に回っちゃって、人間生きていくには、目先の欲の方が大事ですから、それはわかるんですけども、キソバトをペアに渡した。2ヶ月後には、そのハートは売りに出てる。そういうことがありまして、がっかりした。で、決めるよりも、広く分布して、皆さんに任した方がいい思いです。はい。好きな人は好きなようにやればいいと思ってます。わかりました。この今西は矢野さんにとってどのような存在になってますか？今西をやっててよかったなという気持ちです。どう言ったらいいかわかんない。人生の長い道のりは決して一人きりでは歩けない。山本氏が歩んできた道にはたくさんの鳩を愛する仲間たちがいた。山本さんと初めてお会いしたのは、昭和、東京オリンピックの後ぐらいでしょうかね。山本さんの人柄一人に温厚で、誰にも優しく、人の悪口は言わない。それ本当のジェントルマンでしたね。やっぱり山本さんを目標にして、中継で頑張っていくということで、こうしたものにお世話になりながら、もう気がついてみたら、もう50年ぐらいで、いまだに現役で頑張られておられる山本さんを目標に、私も一日でも長く鳩を飼っていきたいと思っております。成績より尊敬する大先輩ということで、やっぱりその広範囲ですからね、もうちょいの時間とまた会社とかそういうこととかね、やっぱり北海道から関東まで天気が良くなきゃダメだっていう教習委員長等々というのを話し合いとかね、なんかそういうので苦労したと思います。はい。良くて当たり前みたいなのがね、レースの中で厳しいレースもあったけど、それをなんとかね、仕切ってやってくれたっていうのは大したもんだと思います。ね、なんか新しい実行委員長になっても何にもね、わからないことばっかりだったけど、いろんなことを人脈あったからね、あの人もいろんな意味でそういうことで今の継続できるのは山本さんのおかげだと思ってます。はい。いろんな意味でね、年までいろんなことをやってくれて、もう感謝だけです。はい。それあといろんな役もね、ある程度年を召して入隊っていう形で今旧本党の放射委員長をやっておられますけど、体に気をつけていろいろこれからも頑張ってくださいと。今西を継いだ厩舎っていうのはあれかな、山本正嗣厩舎、これは東京西区連盟の連盟長かつ協会に対してもいろいろ運営を協力しながら今西家を継いできた厩舎だからね、いやもう立派ですよ。だってさ、生まれは関西でね、そんで関東に来て
今西を継いで、その今西っていうものに対してのその在来のあれを今日まで守ってやってるってことは、これはもう普通じゃできないと思うんですよ。やっぱりその今西っていうのは昔のその在来、今西、瀬山、西湖ね、そういう時代のその地っていうのは現在も生きてんじゃないかなと思いますよ。あ OK ですか。あ、ああ、多分。よいしょ。よっそうすると、はい。あらゆる動作がはい。眠くなって、ああ。なかなか鳩を掴むのも大変になってくるってことですよね。ああ、今何羽、全部で何羽ぐらいいます？全部で40ぐらい。 40、種鳩が40。で、毎年30羽を作出。今西系が何割ぐらいですか？そのうち7割。 7割が6割から7割。が今西の血を引き継いでいるっていうことです。なるほど。成績やっぱりね、飼い主に勢いがなくと、鳩も勢いがない。なかなかとにかくは鳩を飼うということは、体力と知力と両方ですから大変です。なるほど。でもまだ現役でやられてらっしゃるってことですよね。ギリ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 。死ぬ気でやってます。わかりました。ありがとうございます。鳩を飼って83年。あんたと一緒になって、67、8年。鳩と共に生きた長き人生。山本氏にとってレース鳩、鳩レースとは何なのだろうか。何かメッセージがあれば。鳩レースほど奥深い趣味はない。数少なくてもなくなる趣味じゃないんで、たとえ一人でも二人でも残ってきた人は楽しんでいただくことを願うのみ。鳩レースをやっていて楽しかったな。よかったなと思うだけです。その時は苦しかったけれども、今になってみれば鳩レースをやっていて初めてよかった。すべては恵みの雨です。レース鳩、そして今西系と共に歩み続けた人生。そこには一人の男が少年の頃から抱き続けた鳩を愛する心、そしてそれを支え続けた家族、仲間との絆があった。山本氏がその人生におけるすべての情熱を注ぎ込んだ今西系。その偉大なる系譜はまた誰かの絆によりこれからも永遠に受け継がれることだろう。